さあ皆さん、元気ですか？チョコレート食べてますか？今日はですね、混ぜるだけで簡単にできるかぼちゃプリン、こちら紹介します。最後まで見て作れるようになってください。では行きましょう。お願いします。はい、じゃあ材料の紹介していきたいと思います。これかぼちゃですね。かぼちゃと、卵。隣がこれきび砂糖です。で、牛乳と、あとこの横2つが、キャラメルなんですけど、水とお砂糖です。これで作っていきたいと思います。はい、じゃあプリンのキャラメル作っていきたいと思います。これ材料が水と砂糖ですね。今の鍋火つけて、で、まだあんまり作ったことない人は、これ強火じゃない方がいいと思います。強火だと一気に焦げていっちゃうので。で、このお砂糖を、全部キャラメル化、茶色くして、水でこれ以上茶色くならないように止めるっていうのがこれからやるんですけど、この水できればね、お湯の方がいいです。熱いところに注ぐんで、水だとめちゃくちゃ跳ねちゃうんで、ちょっとお湯にしてもらえるとありがたい。今これお鍋温めてて、砂糖をちょっと入れていきます。これで今3分の1か半分ぐらい入れたんですけど、今こんな状態で、これね、最初に水入れて作るやり方もあるんですけど、結局キャラメル化させるってことは、その水が全部飛んで砂糖が焦げるんで、僕は入れないで今作ってます。これ徐々に焦げていきます。これ今ちょっとだけ、今ねまだ砂糖が今溶けようとして頑張ってる状態なんですけど、よくあるのがこのゴムベラでこう混ぜる人いるんですよ。でゴムベラで混ぜるとゴムベラに砂糖がくっついて、この砂糖溶けないんですね。でこの溶けてない砂糖がついたゴムベラでみんな混ぜるから、砂糖が結晶化しちゃいます、ジャリジャリに。なのでよく綺麗にキャラメルできなかったとかは混ぜてるからです。なのでこうやってね、鍋振ればいい。余計なものは入れない。これ今ちょっとずつ溶けてきたので、一部キャラメルになってきたんで、さらに入れます。これ鍋が大きかったりしたらもう一気に入れちゃっていいんですけど、今日は2回に分けてお砂糖入れました。これもゴムベラで混ぜたいとこなんですけど、混ぜるとジャリジャリになっちゃうんで、こうやってありますね。ゴムベラとかは入れない。ですごい強火だと周りから一気に焦げていっちゃうんで、鍋からこう火が出ないぐらいの火力。はい、今これ砂糖の塊が消えて全部シロップっぽくなった状態。こんな感じ。これもうキャラメルになってるんで、あとこれ好きなキャラメルの苦さまで持っていくんですけど、今日かぼちゃなんでちょっとキャラメル強めにしようかなと思います。ちょっと今火止めました。こうパチパチパチってなってきてる感じ、キャラメル。そしたらちょっと水入れますね。ちょっとあんま測ったことないですけど、まず大さじ1杯ぐらい入れます。で大さじもう1杯入れます。で水入れるときは全然スイッチ切ってるんですけど、これ今砂糖の液体の中に水を2杯入れた状態で、これだと今ねキャラメル、砂糖と水が混ざってないんで、もう一回沸かします。火つけました。これちょっと今こう沸いてきて、これが完全にボコボコになったら水と砂糖が混ざってる状態なので、そこまでやっていきます。はい、これちょっと水で調整したんですけど、これの硬さちょっとなかなか分かりづらいと思うんですけど、ちょっとすくって、今熱い状態なんですけど、なんだろう、結構こう流れる感じ。でもこれちょっと触るんだけど、もうちょっとね粘ついてる。これがもうね、キャラメルがここについた瞬間にガチって固まってるキャラメルだとちょっと硬すぎるんですよ。こうやって手で伸ばせるぐらい。逆にこれが水、例えば大さじ4杯とか5杯とか入れちゃうと
もうね、こんな風な模様もできないぐらいシャバシャバになっちゃうんですけど、ちょっとこうね、今ね、一応粘りはある感じ。このぐらいのキャラメルで今日は作っていきます。はい、じゃあできたキャラメルをちょっと型に流していきます。はい、これで冷やして、これで準備 OK です。はい、じゃあ今度はプリンの液体作っていくんですけど、これメインのかぼちゃですね。さすがにこの部分だけいらないんで、ちょっと取ります。で今これ、取ってるように見えるんですけど、このね、ちょっともちゃもちゃの部分は取った方がいいです、こうやって。ちょっと深めに。その方が滑らかな味になります。裏ごすんですけど、その方が滑らかになるんで、ここまでいきましょう。これをラップでくるんで、柔らかくなるまでチンします。ちょっとお待ちください。はい、これレンジで温めたかぼちゃなんですけど、これ温めたのは、これ硬いと切ったりできないんですね。で、この皮の部分いらないんで、温めるとこうやって結構綺麗に簡単に取れるんで、この部分いらないんで、こうやって剥いでいきます。で、取りづらい部分はナイフで、こうやって適当な大きさに切って、こうやって、皆さん煮物を作る方は、これでいけると思います。熱いんで皆さんやけどしないように。冷めてからで全然いいんで、やってください。はい、これ、分量のやつ取れたんですけど、これ、皮だけ思いっきりチンして柔らかくなってるんで、この後ハンドミキサーでこうブーって混ぜるんですけど、気にならなかったらもったいないんで入れちゃってください。今日は滑らかな、かぼちゃプリン作ってるので、今日はこれ外しちゃいます。で、食べちゃうんで、それでやっていきたいと思います。はい、あとこの4つの材料を混ぜるだけなんですけど、ここ結構すごいポイントです。これ、牛乳なんですけど、今、ちょっと温めてます。これを温めると、プリンを焼いた後に、すごい滑らかな、プリンができます。で逆に、これを冷たい状態で混ぜていくと、焼いてる途中でかぼちゃと液体がこうちょっと分離するんですね。離れちゃうんですよ。そうすると、ちょっと食感固めの、プリンができます。なので、今日は滑らかにしたいんで、これ結構温めて、これを全部混ぜ合わせて焼いていくっていう形をとってます。じゃあちょっとやっていきたいと思います。まずこれ、温めた牛乳ですね。これも入れちゃいます。で、砂糖、きび砂糖ですね。で、卵2つ分です。なんとこれを、スティックミキサーで、これ全部混ぜるだけで完成なんです。もし、このスティックミキサーがない方は、かぼちゃのペーストをボウルに入れて、ホイッパー、泡立て器で、こう少しずつ混ぜていってください。そうすると、出来上がります。で、ここでもちょっとポイントがあって、これで、滑らかにベーってやった後に、裏ごしをすると、かぼちゃの繊維がない、すごい、とろけるプリンみたいのができます。でも今日は、かぼちゃの繊維僕あった方がかぼちゃプリンっぽいので、この後裏ごしせずに型に流して焼いていきたいと思います。ではちょっと作っていきます。はい、滑らかな液体になりました。これをさっきのキャラメルを流した型に流していきたいと思います。はい、これキャラメル流して固めといたやつですね。これに、もう出来上がったプリン液を流していきたいと思います。これ一気に流すと、キャラメルが舞っちゃう可能性あるんで、ちょっとスプーンで支えながら流していきます。で、これをオーブンに入れて焼くんですけど、ここにお水を張ります。なので、オーブンに入れる直前でお水を張って焼いていきたいと思います。はい、これ焼けたんですけど、焼き上がりの目安。これね、ほら、かぼちゃあんま揺れないんですよ、かぼちゃプリンって。見えるかな？これはもう焼けてます。揺れない感じ。
で、竹串刺しても何もついてこないので、これ粗熱取って冷蔵庫でしっかり冷やしてください。はい、しっかり冷やしたやつがこれですね。じゃあこれちょっと外していきたいと思います。これ今型に貼り付いてるんで、この4辺にちょっとこうナイフを入れてあげて、でお皿を乗せてこれでひっくり返します。はい、かぼちゃプリン完成です。さあ、最後までありがとうございます。ちょっとですね、できたの食べてみたいと思います。ちょっと固めだね。結構いい感じです。めちゃくちゃうまい。これちょっとめちゃくちゃうまいんですけど、ポイントのおさらいですね。これ混ぜた牛乳の温度によってこの断面とか食感が変わるって説明したんですけど、そこはちょっと守って好きな方でやってみてもらいたいです。で、かぼちゃはラップで包んでチンして、皮だけちゃんと剥いでください。で、もちろんそれ入れちゃってもいいんだけど、入れない方が滑らかにできますので、それやってみてください。もしこれ反応ミキサーこうバーってやったやつがなくても泡立て器でこうしっかり混ぜて裏ごしすれば同じようにできるので、ぜひそちらもチャレンジしてやってみてください。最後までありがとうございます。コメントとかいつもありがとうございます。励みになっております。ぜひチャンネル登録とまた引き続きコメントの方もよろしくお願いします。また皆さんに会えるのを楽しみにしております。また会いましょう。ではさようなら。